皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。今回は iPad をお持ちの皆さんにこのペンを紹介したいと思います。これ Apple Pencil じゃありません。メタペンのペンシル A8 というモデルの iPad 専用スタイラスペンです。使ってみたんですが、正直に言ってすごく驚きました。クオリティがめちゃくちゃ高い。なのにとっても安いんです。いやー、これはある意味 Apple Pencil にも引けを取りませんね。どんなペンなのか順を追って紹介していきます。まずはこのペンそのものについて、重さや持ち具合などの印象、ペンの機能や使い方について紹介します。次に書き具合、Apple Pencil 2と比較をしながらこのペンの書き心地を紹介します。そして実際に絵を描いてみました。このペンで描いた絵です。どのように描いたのか、その手順とともに説明します。絵を描きながらこのペンについてより詳しい情報も解説します。実際に Apple Pencil の5分の1以下の値段で買えるこのペンの実力は一体どのようなものなのでしょうか。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。では改めて、これが今回紹介するメタペンの A8 です。比較をするためにこれが Apple Pencil 2です。見た目はほぼ一緒ですね。長さも一緒だし、太さも変わりません。一部分が平たくなっているところも一緒です。重さもほとんど違いはないでしょうか。ほんのわずかに Apple Pencil よりも軽い気はします。でもほとんど一緒。表面は艶消しでサラサラとしています。高級感があります。材質も金属ですね。硬いです。プラスチックのような安っぽさは全くありません。まるで Apple Pencil 2のクローンですね。そっくりです。この部分は充電コネクターの差し込み口です。形はタイプ C ですね。ここがインジゲーターになっています。後ろの部分を2回タップすると電源が入ります。光りましたね。また2回タップすると電源が切れます。ペン先は Apple Pencil と同じように取り替えることができます。平たい部分は磁気吸着でこのように固定ができ、しっかりとくっつきます。ただこの A8 モデルは磁気吸着による充電はできません。メタペンには磁気吸着充電に対応した他の商品もあるようです。付属品としてペン先の予備、充電口のカバー、C 型のコネクターがついています。A8 は色のバリエーションもたくさんありますよ。これはとっても嬉しいですね。では実際に使ってみましょう。まずは iPad と接続します。今はつながっていないので何も書けません。ペンのお尻を2回タップ、電源が入ります。これでおしまい。もう書くことができます。Bluetooth の接続も何もいらないんです。すごく簡単ですね。では文字を書いてみましょう。まずは Apple Pencil 2で書きます。漢字をゆっくりと書きます。次に少し早く書く。細いペン先で書いてみます。はい。ペン先と線のズレもなく遅延もない安定の書き心地ですね。では A8。まずは漢字をゆっくりと書きます。次に早く書く。細いペン先でも書いてみます。皆さん見ていてどうですか？違いはありますか？実際に書いている体感としてはほとんど違いはないです。というか違いがわからない。そのくらい同じ書き心地です。パームリジェクション機能があるので、画面にペン先が触れる前に手が触れても大丈夫です。Apple Pencil との機能の違いが一つあります。A8 にはペン本体にダブルタップの機能はありません。ではお絵かきアプリでいろいろと試してみましょう。
Adobe Fresco で試してみます。まずは鉛筆。とっても滑らかな書き心地です。ペン先のズレや反応の遅れなどは全く感じません。ペンの傾き感知もしっかりとします。私は長年 Apple Pencil を使っていますが、違いはほとんどありません。絵を描くときに感じる違いは筆圧の感知です。A8 には筆圧の感知機能はありません。優しく撫でるようにして薄く描いたりすることはできないんです。なので、筆圧の調整でグラデーションを作ったりすることはできません。でも、流量、出るインクの濃度を下げて、重ねるように描いていけばあまり問題はないと思います。今は鉛筆の流量を 20% 程度に少なくして徐々に塗り重ねるようにしています。こんな感じですね。同じ考え方で問題なく水彩タッチもつけることができます。では、このペンを使ってリアルな絵を描いていきましょう。この写真を参考に絵を描いていきます。まずは下書きから。ブラシは鉛筆。流量は 35% にしてあります。形も重さもほぼ Apple Pencil 2なので、別のペンを持って描いているということを忘れます。Apple Pencil と比べてペン先がほんの少し硬いかもしれませんね。この A8 の方がコツコツと当たる感じが強い気がします。でもこれは好みですよね。今は特に鉛筆ブラシを使っているので、この A8 の方が鉛筆という感じがします。色の下塗りをしています。ブラシはハード円不透明。流量は 100%。完全不透明にしています。色の下塗りでは一色の色を均一に塗ります。まずは塗る範囲の周囲をブラシを細くして描き、太くして中を塗る。これを繰り返しています。本家の Apple Pencil 同様、ペン先と描画している部分にズレがないので、下書きに沿って丁寧に描くという繊細な描き方ができます。書き込みをしています。ブラシは基本鉛筆です。ソフト円不透明などエアブラシ効果も必要に応じて入れていきます。筆圧感知がないので、それを補う形で流量の調整をしながら書き進めています。鉛筆の時は流量を 30% にして重ねるようにして書き込みます。そうするとこういった細かいグラデーション表現をつけることができます。またこの部分のように全体に大きくグラデーションがかかっている場合はエアブラシ効果のあるブラシを使います。サイズを大きくして流量を少なくして徐々に表情をつけます。ではここでメタペン A8 についてもう少し詳しく紹介します。まず対応している iPad について。この製品は2018年以降に発売された iPad に対応しています。これがその対応表です。とても多くのモデルに対応していますね。もっと有効に iPad を使いたくてペンを探している方も多いと思います。Apple Pencil は高すぎて手が出せないけど、せっかく持っている iPad、手書きのメモや文章、イラストも描いてみたいなんて方も多いと思います。そんな方に本家 Apple Pencil にも引けを取らない安価なこの製品はおすすめです。金額はいくらくらいなのでしょうか。この動画を作っているのが2023年の11月。この時点で Amazon では2000円台前半で販売していました。Apple Pencil 2が2万円弱なので8分の1以下の値段です。その時によって値段の変動はあるかもしれませんが、2000円から3000円程度で購入できます。このクオリティでこの値段はコスパすごすぎです。あとはすぐ壊れないかという不安ですよね。私も長く使っているわけではないので、故障率については検証できていません。安い製品だし、すぐに壊れたら嫌だなと思われる方もいると思います。これはメーカーが出している耐久テストの動画です。本当に様々な耐久テストを繰り返し行っています。これを見る限り、少なくともメーカー側は製品の耐久性について真摯に取り組んでいます。また、故障についてもしっかりと対応しているようです。メモや文章など文字を書くなら全く問題ありません。イラストも基本的には問題なく書けます。筆圧感知が必要な表現については
私が今やっているようにソフト側で調整できることもあると思います。安くてクオリティの高いスタイラスペン。仕事の効率化にもつながるし、お子さんの学習道具としても最適です。学生さんなら授業のメモや課題制作にもってこいじゃないでしょうか。ということで、絵ができました。どうでしょうか。このような重厚でリアルな絵もしっかりと描くことができました。今回は安くてすごいペンということで、メタペンの A8 を紹介しました。Apple Pencil の予備としてもとても重宝しますよね。このメーカーは iPad 用だけでなく、Microsoft や ASUS など Windows 系のタブレットに対応したペンもたくさん出していますよ。製品情報は概要欄のリンクに貼ってあります。もし今回の動画がためになったと思ったら、高評価ボタンを押してください。応援してもいいよという方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。